はい、セリカさんです。今回はフルメカニクスカラミティガンダムクリアカラーを制作していきます。パーツの裏側にメッキ塗装をしながら作っていくのですが、メッキ塗料に白と黒の下地を使った場合、どんな見た目になるのかも実験していきます。クリアパーツの裏にメッキ塗装をする場合、下地をどうすればいいのか気になっていた方の参考になる動画となっています。それでは作っていきましょう。先に軽くパーツを確認してみます。外装が主にクリアパーツとなっていて、全体的に明るい印象があるパーツ類となっています。濃いグリーンのパーツは見えにくいですが、ちゃんとクリアパーツとなっています。パーツの色が濃すぎるので、遠目からだと普通のパーツのように見えますね。関節や武装は普通の成型色パーツとなっています。ガンダムベースの商品だとメタリック風のパーツになっていたりもするのですが、これはそのようにはなってなかったです。一般販売のカラミティを買ってないので比較できないのですが、多分同じものが使われていると思います。パーツの確認が終わったら仮組みをしていきます。フルメカニクスのガンプラって初めて作ったのですが、サイズの大きいハイグレードって感じですごく作りやすかったです。それでいてパーツのモールドとかマスターグレードぐらい入っていたりするので、プラモ初心者にもおすすめできる商品です。仮組みを確認してみましょう。パーツを確認した時に説明しましたが、パーツのほとんどが明るい色で構成されているので、元のカラミティと比べると印象がかなり変わります。また元のカラミティでイエローだった部分がオレンジ色のクリアパーツになっています。このクリアカラーに合わせて色変更されているのも面白い仕様となっています。仮組みの確認が終わったら分解して実験をやっていきます。余談ですが、組み立て構造が簡単なので分解も簡単にできるのも助かりました。ここからはメッキ塗料の下地実験をしていきます。まずは透明なプラ板を切ってテストピースを作っていきます。今回の実験は下地の上塗りにメッキ塗装をした場合とクリアパーツの裏側にメッキ塗装をした場合を想定してやっていきます。さらに下地の塗料には艶消し光沢の白と黒を使うので、透明なプラ板だけで合計8枚のテストピースを作成しました。カラミティのパーツ裏側に塗装した場合の確認も含めて、余ったランナーのタグを切ってテストピースも作りました。下地の塗料はクレオスの商品を使いました。クレオスの商品が一番手に入りやすいと思ったので、同じメーカーで統一しました。4種類あるので詳しく見たい方は一時停止して確認してください。下地の塗装はなるべく綺麗になるようにエアブラシでやりました。塗料の希釈とかエアー圧力とかなるべく条件を同じにしたかったのですが、こればっかりは使った塗料ごとに塗りやすさが違うので作業しやすいようにしています。メッキ塗料はガイアノーツのプレミアムミラークロームを使いました。この塗料は隠蔽力が高いので下地を塗装することがなかったのですが、実際やるとどうなるのか確認したかったので使ってみました。これらの塗料を想定して使い方の順番ごとに塗装していきました。それでは結果を見てみましょう。まずは下地の上にメッキ塗料を塗装した場合を確認してみます。並び方は Excel での言い方だと列のラインが光沢艶消しで、行のラインが白と黒の順番です。光沢と艶消しの違いが一目でよくわかりますね。艶消しの方は粒子の粗いシルバーみたいな見た目で、光沢の方は普通のメッキのような見た目になりました。光沢の白と黒を比較してみると、白の方がまだら模様になっているので、下地塗装の影響を受けやすいのかもしれません。塗装が下手なこともありますが、同じ方法で塗装した黒の方が綺麗なメッキになっているため、黒の方が安定するかもしれないです。次にパーツの裏側から塗装した場合を確認してみます。下地の上からメッキ塗装をした場合と違って、正直どれも違いがよくわからないです。光沢艶消しだけでなく、白と黒の違いもわからないレベルです。この結果を見る限り、パーツの裏側にメッキ塗装をする場合は下地のような塗装は必要なさそうです。実際のパーツにも塗装してみましたが、やっぱり違いは分かりませんでした。クリアパーツの裏側に塗装する場合はメッキ塗料だけやれば良さそうですね。他のメッキ塗料の場合は違う結果になるかもしれませんが、プレミアムミラークロームだと今回の結果のようになりました。これを参考に下地をやるかどうか参考にしてください。実験が終わったらパーツに塗装をしていきました。今回の実験結果からプレミアムミラークロームを塗装した後に光沢の白を塗装していきました。パーツの裏側をメッキ塗装しますが、一応まだら模様になった白を使うことでどんな見た目になるのか気になったので、あえて選んでみました。左がミラークロームのみで、右がミラークロームと白を塗装したパーツです。大きいパーツに塗装してみてもやっぱり違いがわからなかったです。今回は全部のパーツにミラークロームと白を塗装しましたが、今後はやらないと思います。関節などのホワイトのパーツにはクリアシルバーを塗装しました。元の成型色を活かしながら質感を変えたかったので、この塗料で塗装しました。元のパーツと比較してみると質感の違いがよくわかると思います。パール塗料とはまた違った見た目になるので、こっちの塗料もあると便利です。武装のバズーカはガンメタルで塗装しました。元のパーツが同じような色なので、そのまま直接吹き付けています。この塗料は見た目がかなり好きなので、ブラックのパーツにはよく使用しています。パ
パーツを比較してみても見た目の違いがよくわかりますね。光沢がありつつ重厚感が出るので、この塗料はよく使っています。このガンプラだとバズーカしかブラックのパーツはなかったので、今回は使用量が少なかったです。ここからは細かいところを部分塗装していきます。最初にツインカメラの周囲をブラックで塗りつぶします。カメラ部分だけ避けて塗装するのは面倒なので、とりあえず全部塗ってしまいます。塗料が乾燥したらマジックリンを赤ちゃん用綿棒に含ませてカメラ部分だけ塗料を落としていきます。水性塗料ならマジックリンで落とせるので、この方法で簡単に仕上げていきます。ツインカメラのパーツはブラックライトで発光するので、カメラの周囲をブラックライトで塗っただけで終わらせました。蛍光塗料で塗装しなくてもいいのは便利なので、今後もこの仕様になってほしいです。頭の細かい箇所はシールに蛍光塗料を塗ってお手軽に済ませました。シールに好きな塗料を塗れば簡単に色を変更できるので、シールを使える箇所では結構やっている作業です。これらの作業をした後に組み立てた頭にブラックライトを当てると起動したかのように光らせることができます。ブラックライトがないとできない遊びですが、もし持っていたら一度試してみてください。シールドのビーム砲は一体型のパーツとなっているので、ニッパーで真ん中を切断します。HG のフロントアーマーとかも同じようなパーツになっているので、そちらもよく切断しています。真ん中を切断すると方針が独立して動くようになるので自由度が増します。方針なので別にやる必要はないですが、後々気になった時に面倒なのでできる時にやっておきました。このガンプラにはマーキングシールが付属しているので貼っていきます。文字通りシールなのでピンセットでシートから剥がしてプラモ表面に貼るだけです。水転写式よりはシールが貼ってある感じはしますが、遠目から眺めてる分にはそこまで気にならないので、簡単に作業できるマーキングシールは結構好きです。マーキングシールを貼ったら最後にトップコートをします。マーキングシールの保護目的と艶の均一化のために光沢クリアを吹きかけます。スプレーの方が楽なのですが、気温が高くなってきたことでベランダに小さい虫が飛んで鬱陶しいので、室内でできるエアブラシでやりました。気温が高くて過ごしやすいのはいいですが、田舎だと虫が多いのが難点ですね。トップコートが乾燥したら傷がつかないように慎重に組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。クリアパーツの裏側にメッキ塗装をすることで光の反射具合が変わって仮組より印象が変わりました。まだら模様になった白も塗装しましたが、パーツの裏側だと影響はないようで普通に綺麗な見た目となっています。元々のクリアパーツもいいですが、塗装することでまた違った遊び方ができます。メッキ塗料だけでなく色々なシルバー塗料によって見た目の変化が楽しめるので、好きなシルバー塗料を使ってみてください。付属の武装は画面に出ているものが全てで、エフェクトパーツのようなものは付属していませんでした。必要最低限の部品数で価格を抑えて、その上で見た目を重視するのがフルメカニクスの戦略なんでしょうね。可動域も無茶なポージングをしなければ十分な範囲となっています。本当に作りやすくて出来もいいので、レイダーとフォビドゥンのクリアカラー仕様も販売されてほしいです。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。